2025年10月6日17時44分です。今タイムリーな話でちょっと言っておいた方がいいかな。私のチャンネル見ている視聴者様たち、2025年10月4日集団ストーカーは言われたくないやつね。被害者様、喋れなくされてる、顎ちゃんと動かないようにノイズキャンセルリングみたいな感じで喋れなくしてきてる感じもあるね。息切れにもなってきてるけど、これ聞く価値ありますよ。カメラ使うわ。耳とかすごい痒くされてる今。いろいろできないようにこれ使うか。これ使うか。整理整頓できないんでブレインジャックとかでこの状態でやりますね。ズームとかしながらね。で編集もなしやりますんで、どのぐらいブレインジャックされて何もできない状態なのかっつうのを推測できるでしょ。逆にこれは下敷きに使うわ。すげえ急に眠くなる攻撃きた。精神病院。いやタイピングするとね、タイピングに気を取られてるわけじゃないけども、連中に字が汚いけどタイピングしないのは連中だから、連中は私が字が汚いっつうのを見せたいんでしょ、視聴者に。で信頼性を失わせたいんでしょ。ブレインジャックとかで漢字も書けないようにされてますからね、言っとくけど。T シャツの体熱くされた臨時箱駅で。精神病院23条通報内容。ぶつ先あまり鳴らすかもしれない。これの23条通報内容ね。で精神病院に入れられた。精神病院が書けない。こっちか。ブレインジャックだね、言っとくけど精神病院に入れられました。でこの中でこの時の話も妨害で喋れなくなって今この状況に来てますね。で1週間ぐらい喋れなくなってネタ切れとかにされて、それで自分のチャンネルで今どんなことやってたっけっていうのも忘れた状態で今ここです。で世間社会ではバッパ翔太なんか変だよねっていう話になってて、再生履歴、これ私の今このエコードットじゃなくエコーバッツっていうのが今明日からのキャンペーン、今先行キャンペーンでもうすでに安くなってるんだけど、値段安くなってて、あれっていう感じで、これはこれで喋ります。でブレンダーっていうのがあれば、3D プリンター買ってなんつうの、こういうことしなくても 3D プリンターでプリントしたやつで説明していけるかなと。その方が連中に気づかれずに説明していけるかなみたいな。連中はパッパラパーだから
言われてること言われたことしか知らない。小少子ちゃんも、連中何も知らねえわって、あ、これ知らねえやつだわっていう感じであしらったりしてるけど、確かにそうなんですよ。連中知らないんですよ。で、言われてることしか、できない、やれない、分かってないんですよ。世の中がどういう風な感じなのか、そして自分はどう動けばいいのかとか、そういう思考回路ないんですよ。パトチン、ひき逃げしていく連中。それ持ってたらおそらく、痴漢冤罪とかふっかけられて、名前とか報道されるんじゃないですか、パトチンって。で、不祥事を起こしたやつだっつってみんなからいじめられて、国民からもいじめられて、G マルとかしてるんじゃないですか。で、集団ストーカー被害者みたいに、なんで自分だけって、他の人たちもっとすごいことやってんのになんで自分だけこうなるのっていう感じなんじゃないですか。ではまあ、そういう感じなんで、私たちの方が把握している、分かってるんですよ。いろんなことをね。で、それを、私たちに手出してくるパトチン、チンピラに気づかれないように、ちゃんと被害者様たち同士、分かってる者同士で伝え合うには、3D プリンター必要かなと思って。3万ぐらい、機械が。文字のプリントね。字が汚いから、まあ、写真とか画像とかもあった方がよくて、パソコン画面よりも手に持って喋ってる方がゲップ。連中からのブレインジャックなしで、なしはないね。妨害されながらもなんとか喋っていけるなっていう感覚があるから、それしようかなと。で、プリントアウトして、それプリントアウトしたのを見せながら、まあ、こういうふうにね、印つけながらカメラで撮って、説明した方がいいかなと思ったけど、プリンター買う必要ないなって、結局そんなに使わないし、まあ 3D プリンターもおそらくそんなに使わないと思われますが、普通の印刷の 2D プリンターっていうのかな、なんていうの、今までのプリンターってどう言えばいいんですかね。一応持ってるには持ってる、動くかどうかの確認してないけど、連中に壊されて動いたり動かなかったりする。で、プリンター使わないのは、まあ使わないからなんですよ。で、使うんであれば、コンビニ行けばいいんですよ。10円。紙代込みでプリントアウト10円ですから、あそこまで行くのめんどくさいし、あそこにデータ取られるのもうざいけど、別に取られて困るデータないし、別に集団ストーカーの文言であれば、周知活動につながるじゃないですか。連中にとって見られたくない、見せたくない情報ですから、集団ストーカー案件の情報っていうのは。コンビニでコピーすればいいや。で、なんでコンビニに 3D プリンターねえんだって。逆にそっちの方があった方が行くんだけどなと思ったら、3D プリンターってプリントするの、2時間とか7時間とかかかるんだって。それじゃ買った方がいいよね。それじゃ店舗に置いてもしょうがないよね、つう感じで。2D プリンター買うんだったら 3D プリンター買おうかなと思って。まあその話なんだけど。で、この辺ずっと履歴見ると 3D プリンター、ブレンダーっていうので、モデリングして、そのデータをプリンターの方にやって、で、プリンターの方でもちゃんとプリントアウトできるようにデータ変換して、それでやるんだな、みたいな。そこまでは分かったけど、何を買えばいいのかとか、今全然分かんないし、今喋れなくされてる。で、私のことなんで、プリントアウトする状況とかもいちいち、こういうふうに報告するようになるんで、なおさら動画数増えますんで、全部見なくていいですよ、みたいな。ただ、今から話す内容は聞いた方がいいですよ。あんまりないからね。で、これ。はい、嫌がらせ。これ今嫌がらせ、クラッキングで。どうやればあそこにああいう風に出るのか知らない。今この画面にしたやり方と同じクリックの方法しかしてないです。なのに右下にウィンドウ出たでしょ。ちょっとコマーシャルうざいんでスキップしてまたその画面に戻します。はい、この動画です。
この動画で、バッパ翔太様に路上で声をかけた人物、女性がいるんですよね。あ、これ表示されないのもクラッキングです。この方が特定されたんですよ、この人によって。でそのチャット見てたら、私にほのめかすようにスーパーがどうのこうのって言ってきたんですよ、チャットで。今これチャット出ないね、都合悪いから出さないよ多分って言ったら、今表示されだしたでしょ。通信速度そんなに遅くないからね、ここ言っとくけどって言ったら出るでしょ。これ全部連中の都合。こっちで編集でそんなめんどくさいこと喋りと連動して録画している映像を真っ白にしたり文字出したりとかこっちでやってないです。全部嫌がらせで、こういうチャット欄にスーパーで声をかけるとか、なんかスーパーがどうのこうのっていうの出てきたんですよ。でこの写真ではだけでは私にはそれは想定彷彿、思い浮かばないけど、こっちのチャット欄に出てきた喋れなくしてきてる。わかる？全部工作なの。バッパ翔太様工作で罠にはめられてウイグルとか言ってる。だから失踪するの全部連携プレイで、どういうつながりなのか今から全部言うから。特にだから統一教会とか創価学会が関わっている案件関連っていうのは私秘密にしないんですよ。これ関わってるって私から見て分かるっていうか、その類だから喋るので、喋れないようにしてきてる。喋れないようにしていない体裁で喋れないようにしてきてる今、電磁波攻撃で。だからどういう連中が電磁波攻撃で私に喋れないようにしているのかとかね、パトチンカーでひき逃げしていった連中とか精神病院の連中ってどういった連中なのかっていうのが分かるでしょって。この写真は特にそうでもないんだけど、この写真が出る前に、これもあるか。これ遅いの連中の嫌がらせだから。無音部分意味のない。この写真だと似てるね。でこの女性はバッパ翔太様の、このシーンで出てきてる。で話しかけてるらしい。確かに話しかけた女性いるかなとか私の方で確認してる。でバッパ翔太様の投稿で出してくる画像とかアルファベットで打ち込みたいときは全角になって、全角で打ち込みたいときは半角になるっていう嫌がらせされてる。ラリルレロ喋れなくされてる。バッパ翔太様の出してくる画像ね、特に最近こういう今クリックしたけど、もう一回クリックしたけど、今やっと出た。すげえ動作も遅れてる。かなり連中に乗っ取られてクラッキングされて、連中の許可したものしか出てこない、出していないみたいな動作してる。でこれ騒音。バッパ翔太様の最近着てくる服装とかね、特にほのめかしの服装になってるんですよ。で例えばこれだとAI 処理とかコラージュ、画像でコラージュしたり AI 処理とかするのに適した撮影方法なんですよ。これハリウッド映画とかでも CG 使うようになってからそういう撮影とか色合いになってるんですよ。編集とかあと撮影とか
シーンの作り方とかも CG と混ぜた時に違和感がないように、一貫して CG が介入していないかのように、ストーリーや場面、撮影、編集での色合いとか、全部そういう風に系統しているんで、CG に画面切り替わっても気づかない。気づきにくい。わかんない。そんなのもう気にしないで見た方が楽しいみたいな感じになってるんですよ。そういう、本当にこの日。そういう撮影方法が、このバッパ翔太様の東京のレンタルルームのあれでもあるんですよ。ちなみにこれはサムネイルのやつだね。サムネイルのやつと、東京のレンタルルームで撮影したと言われているやつと、喋れなくされてる。背景違うんだよね。で、それらも、ミスでそうなったとか言うんじゃなく、あからさまにわざとほのめかしでやってますね。言っとくけど。それでこの黒板の色みたいな2色のクッションやってるね。で、私かつてこういう色でサムネイル作ってた時期ありますからね。言っとくけど。過去ログ見ていただければ分かりますね。P の方と Z の方で、P の方でやってるかな、それ。で、そういうのに介入してするやり方のほのめかし出してきてるんですよ。で、それ、私の方の秘密とか展開とかだけじゃなく、集団ストーカー全然介入してきてるんですよ。今までも。このチャンネルの被害報告でも。で、私、発覚次第、あと、付きまといがしつこいのが、確認でき次第、振り切ってるんですよ。いつもずーっと。いつもずーっとくっついてきてるんですよ。連中。味方じゃないんですよ。味方のふりしながら攻撃しながらずっと付きまとってきて、ここで何やってんのか言ってんのか知りたくってしょうがない連中。そいつらに23条通報を乱用されたり、パトチンカーでひき逃げとかされてるんですよ。で、連中って何者なんですかって。自民公明参政党界隈ですよ。だから連中とはある程度それらの案件で、例えばミュージックビデオとかである程度何言ってんのかやってんのかどういう気持ちなのかっていうのをやり取りはできるんですよ。でもそれすらもしてないのこっちは。で連中が一生懸命見せたがって意味不明にね、なんでそんなことを連中が私にする必要あんのか、私それすら分かんない状態だから、それすら連中私に伝えてこないから、全部ここで何やってんのか、私が何を言うのか連中監視して妨害してきて、あと調べてるだけ、分析してるだけ。日本政府は自民公明参政党界隈統一教会とかはマジでガチですね。で知ったことでなんかテストしてくる感じ。物的お参り来たかと思ったらちょっと似た音だっただけだ、喋れなくしてきてる。今ちょっと騒音立て続けに続いてるでしょ。まあバッパ翔太様の写真そういう感じですよ。これだけじゃなくね、こういうので実際の画像を撮っちゃうと、もう結構素人、覚えたての初心者でも顔だけ取り替えるって簡単になりますね。この服装で写真撮れば。そういう撮影方法服装になってるんで、ほのめかしになってる。今ね、バッパショートね。で、ここでもそうですよね。で、その類でタトゥーも入れたと思いますね。だから、あんまり怖いこと言わないでって思われるかもわかんないけど、連中の手口、今まで通りの手口で、簡単に考えられるのは、まあ、チャイナ以外のどっかで、その目印となるタトゥーが発見されるということですよ。考えられる、今後のストーリーっていうのは。で、その時に、みんなで、AI だ、AI だって叫んだから、騒いだからこうなったんだ。で、また連中罪悪感植え付けたり、罪悪感を麻痺するように展開するって。また、いっつもこいつらそういうことやってんの。
旭川14歳少女凍結遺体事件の時も同じですよ。でこの女性が何者なのかが発覚したこの女性が着ている服装もほのめかしになってるし、これは参政党界隈の好んでいる服装、もしくはチベット方面の僧侶の服装かもわからないっていう感じで、それらを見せると見せることで私が喋っていることを喋れない喋らないようにするスイッチなんですよ。言っとくけど。でそれをして喋れない喋らなくしておいてからのコリア国境なんですよ。で私としてはそれが出た時点で喋り出すのスイッチなんですよ。だから今喋り出してるけど、おそらく連中の思惑はそのまんま喋んないで、それをして私が喋らなくなると連中都合いい展開をする。なんでかっていうと、私に喋られると連中の展開がインチキでダメだってバレるって。そのバレる展開したいから、まず私のことを喋れないようにしてきてる。で用意してきた楽曲が黙ってついてこいっていうところと思われますね。じゃあお前それをチョイスしなきゃいいじゃんって。でもしチョイスしてなければ今どういう説明になってる？説明するのにある程度連中の展開通りに動く、それも必要ですよ、言っとくけど。でこのチェックの柄はそれなりに説明しにくい。私もわからない。で言わない方がわかるんで、言わないで分かってから喋ればいいかもわかんないけど、その必要ないから、私の方で知る必要ないから。連中がどういうことを展開してきて見せているのかっていうのを言って、私は精神疾患じゃありませんよ、なのにゴールドの運転免許証を取り消されてひき逃げされてますよパトカーにっていうのを主張しなきゃいけないから、直ちに急いでまだ働けるうちに。いつまでも連中が展開してくることのどういう意味なのかなって、ずーっと潜伏して黙った状態で、結局分かりませんでした、何にも喋んないうちに連中にやられましたってなる必要ないから。つまり意味不明なこと、何か意味ありげなことを展開して、実は何の意味もないのに黙らせるためにこいつらそういうことやってんの。で私の話聞きながらこいつ精神病だわって言いたい人いると思うけど、まさしくそれなんですよ。私が精神病なんじゃなくって、そういう展開してんの。だからなんでかって言ったら、私レベルにチャイナがウイグルの話や秘密をしてくる必要ないし、するわけないでしょ。コリアの話も同様、ロシアの話も同様、ウクライナの話も同様ですよ。その他各国の話も同様で、 CIA とか FBI とかする必要ないでしょ。してないんですよ。だけどあたかもそれらがあるかのようにして喋らないようにしてんですよ。で喋らないようにして迫害、いじめ、嫌がらせして、悲鳴上がんない、上げれない状態で丸して外国人入れて喜んでんですよ、この手口。それに加担してんのはパトチンカー乗り回してる連中ですよ。全然余裕で。精神病院運営経営してる連中ですよ。全然余裕で。末端から上層部まで。で言ってる通りの結果しか出てないでしょ。だってお前インチキでたらめ嘘ばっかり展開すんのよ。バブル崩壊後とかバブル崩壊した直後の日本であれば、私が今言ったことを感づいてて、その頃にこれ言ってたらそれ言われてもしょうがないかもわかんないけど、今ここまではっきりくっきり社会に結果が出てきてるところで、私が言ってることに対してこいつ精神病だっていうやつ、そっちの方が精神病だろう、もしくは工作員だろう。当たり前の話だと思うけど、私今言ってる話って。で
私が23条通報乱用でこの間精神病院に入れられた時に、ハニートラップに仕掛けられたって言ったでしょ。美少女女子高生。あ、その美少女女子高生にこの子似てるのって。違うんですよ。その美少女女子高生を仕掛けてくる前に、他の女子高生でも仕掛けてきてんの。私に。病院内でゲップ。で、またゲップ。喋れない。今のこと言ったら、ゲップも出ないように調節されてるわ。どれだけこいつら今私が言うことを言われると都合悪いか。つまりどれだけのことを連中私に仕掛けてきてるかっていう話。で、この領域になるとこういうふうにバッパ翔太様とかとつながるんで、他の被害者様たち、喋れないようにされた人たちとはちょっと路線とかレベルが変わるかもわかんないけどね。私の体験経験していることっていうのは。まさしく私こそ黙った方がいいかもしれない案件になるけど、これは喋る案件。喋れるように喋らせたくてやってるとしか思わないやつですね。あと、この子が昨日報じられる前から、この子が昨日報じられる前からこれ河合祐介が青い服着始めてますね。息がかかった。これ公式チャンネルか。ちなみに見せますわ。ライブか。19時間前。あ、そんなことないな。揃って青い服着てきてるね。これとこれがほぼ同時ですね。19時間前どっちも。多分河合祐介の方が先だね。でその後にこのライブ配信が始まってこれだね。で23条通報を乱用されて精神病院に入れられました。去年の今頃はやっと出てきたところか。そう去年の私の誕生日4月30日に入れられて、で3ヶ月で出てこれて、で9月から働き出したんですよね、去年は。でもそれ全部連中の工作なんですよ。でそうなる前に、そういうふうに連中に工作される前に私入れられちゃうからって、精神病院に入れられちゃうからっつって働こうとして、一生懸命いろんなところに打診してたんですよ。就職活動してたけど一向にどこにも雇われなかったんですよ。もちろん自営業もやりたいけど、それも俺集団ストーカーに妨害されるの分かってるからね。寝たり起きたりするのも妨害されるレベルですからね、言っとくけど、この被害報告ですら妨害されてますから、自営業今できるような状態じゃないですよ。だから就職しかないけども、その就職先も見つからなかったんですよ。で23条通報乱用されたら、条件のいいところに雇われたわけですよ。今まで生きてきてこんな条件のいいとこ初めて見つかったわ、ずっとやろうって。ここの期間限定の職場だったんで最後までやろうと思ったんだけど、嫌がらせあるから途中で辞めてきたわけですよ。おそらくそこで頑張ってるとそこで丸されてますね。肩割りにされてるか。連中そんなことしかしてこないから、味方のふりして罠かけてくるから。家庭内白ハゲも障害者になってるけど、なんか急にアルバイト始めて、そこに行ったら急に機械が動き出して手首がちぎれるぐらいの大怪我して障害者になってますから。連中そういうことやってくるから、常日頃から集団ストーカー行為で私に対して嫌がらせしている集団ストーカーの味方であっても、この過程をね、私たち一族を消すためにはそういうこと全然平気でやるから、内毛場じゃないよね。だからといって私からは家庭内白ハゲは集団ストーカーでしかないですよ。言っとくけど。
で、そういう状態で23条通報を乱用されて精神病院に送り込まれたら、精神病院内で連中がシナリオ展開してきてた。それには、精神病院もグル、精神科医もグルじゃないとできない、やれてない、そういう工作があったとしか私には思えませんね。で、美少女女子高生を私に仕掛けてくる前に、ノート開いて説明しだせば、それちゃんと記されてるんで。で、それも、展開できない状態で今この状態になってるから。だから妨害されてなければ、そこを説明した状態で今日に至っててもおかしくないんですよ。全部妨害されてて、私に、こいつらのやってる予言でもなんでもない。こいつら新興宗教団体もやってるから。実は予言していましたとか、そういうスピリチュアル現象なの。そういう類YouTube でも展開してるけど、こいつら。未来人がどうのこうのとか。言っとくけど、私が、集団ストーカー被害調べるために、車に乗っていろいろ展開してて逮捕された時に未来を見てきましたって、東京拘置所から自宅に帰ってきてしばらくしてからネット上で2チャンネルで書き込んだ内容、未来見てきましたって冗談のスレッド立ててどんなことがあったのか説明しようとしたんですよ。で、その時になんか本当に未来を見てきたような変な状況を見た、体験したんで、それを書き込んでたんですよ。そしたらもう何十年かしてから未来人の話とか展開されてんのね。言っとくけど、あいうえお700様みたいな話だけどさ、連中ってパクリばっかりやってる。ちょっと変な音する。マイクで拾わない程度の音で。なんか回転する冷却ファンとかそういうのに異物が当たってカタ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 ってなっているような音がする。まあいいや、連中の嫌がらせだからどうせ。そういう嫌がらせもありますよ、されてますよ。そういう状況で今喋ってますよ。23条通報乱用連中に誕生日に仕掛けられて精神病院に3ヶ月入れられた時に、入ってすぐに女子高校生がいて、でその女子高校生は病院内で結構いじめられてたんですよ。嫌われてたんですよ。で、私女性好きですし、そもそももともと。で、さらに若い子が特に好きですんで、女子高生なんか全然好きなんですよ。もう可愛くてしょうがないですよ。で、特に同年代から見た少女より、私みたいな年配から見た少女ってどの子も可愛いんですよ。言っとくけどこれこれ実体験としても言えるね。年上のやつって見境なく若い子みんな可愛い可愛いって言うなって、社交辞令もあるんだろうけどなとは思ってたけど、実際自分がおっさんになって子供もいない状態で、とにかく女性であれば誰でも彼女になってほしいみたいな状況。実際それはないけどね。特に集団ストーカーは排除だけどね。完全排除。だからその完全排除している対象が喋るなって展開してきてるんで、これ今喋ってんだけどね。美少女女子高生が現れる前に、美少女女子高生よりは美少女じゃないかもしれない。ちょっと美少女女子高生の方がスレンダー。私痩せてる女性好きなんですよ。だから自分もデブになりたくないんですよ。だけどデブにされてるんですよ今。ぽっちゃり系の女子高校生でなんか嫌われてる子がいたんですよね。でその子
を私は別に嫌わないから、その子が他の子たちにいじめられるからって私の近くにいてくれたんですよ。でそれで嫌な23条通報を乱用されている入院生活もある程度ストレスが軽減されてたんだけど、私はね。だけど他の入院患者があの子と喋んない方がいいよとかいろいろ言ってきたりとかして、それもうざかったんだけど、そういうのが展開されるんですよ。まあそういう状況で多分ね2週間ぐらいかな、その子。2週間でも長いからね、言っとくけど。うざいからほんと。2週間ぐらいその子がいてくれたん。私の近くに。女子高生が。私からすればその子も美少女女子高生ですよ。で、その子が退院してから待ち合わせしようとか、退院しても会おうとか言ってきたんだけど、これハニートラップだわ。こいつらここまでするからな、そういうことすっからな、パトチンカーで仕切り着してくレベルの連中だからな、つって。集団ストーカーかと思いながらも、話はって合わせて流してたんだけど、で、その子の家の近くにスーパーがあるから、そこだったら怪しまれないし、待ち合わせ場所にできるからみたいな話されたの。そしたら、この動画でのチャット欄でスーパーがどうのこうのって言ってきたんで、それを関連付けさせたくてこれやってきてんのか、展開してきてんのか。ウイグルでもバッパ翔太で、だからバッパ翔太をウイグルに招待したコーディネーターと集団ストーカーつながってんな。で、私以前から23条通報を乱用して私を精神病院に入れてる病院、23条通報乱用で展開してくる連中、こいつら統一教会とか創価学会だな、絡みだな。で、精神病院はコーリアンだな、ここの精神病院の経営者コーリアン系だなっていう感じだったの。で、あとは私の20代の頃、パジェロ壊された後の展開で、線路工事の会社給料いいからっつって行ってみたら、そこの経営者が、社長がコーリアンだったりするみたいな感じで、ずっとコーリアンにまとわりつかれて、連中にコントロールされてる。統一教会なんか特にそうでしょ。結婚相手も自分たちが見つけて、見繕って結婚させますよみたいなことを日本で展開してるコーリアンでしょ。統一教会って。人の人生無理っくり自分たちのこじつけ、自分たちの思い通りにして喜んでる連中でしょ。でその結果日本はバブル崩壊して今のこの惨事でしょ。少子高齢化。日本でそういうことでいいことできるんだったら、まずてめえらの国でそれやってりゃいいじゃん。コーリアンなんだから。コーリアでもできてない、やれてない、ダメにしかできてない。それを富にあふれていた日本で展開して盗みまくって日本を衰退腐らせながらてめえらの祖国に送金してたのが実情でしょ。でいまだにそれらの詐欺行為、正当な行為ですよ、信じられる行為ですよっていまだに厚顔無比で展開してるだけでしょ。元首相を丸しながらも。でその展開流れで、集団ストーカーの流れでこの美少女子高生を展開してくる前にあてがってきたハニートラップに似てる子、これの日本人バージョンの女子高生バージョンだから、その子もそんなにこの女性もそんなにブサイクじゃないですよ。言っちゃえば美人って言って差し控えないですよ。差し支えないですよ。私からは。私の価値観では。で、その美少女女子高生もそんなにブサイクじゃないですよ。言っちゃえば。
で、その美少女女子高生を出してくる前のその女子高生もブサイクじゃないし、実際にその子の母親とかもブサイクじゃないんですよ。美人、逆に。美少女女子高生を私にあてがってくる前の、女子高生ね。はぽっちゃりになってる。今の私はデブ肥満になってるけど、多分おそらく同じ嫌がらせでその子もぽっちゃりになってる。でブレインジャックいろいろ工作、ブレインジャック以外の工作もいろいろされて、その子の精神も精神病院に入れられちゃうような状況になってると思う。鼻からの工作員で入ってきてるんじゃないと思う、その子。そこ素振り見てて、確かに精神的に参っちゃってるなっていうふうには見えた。おかしくなってるなって。ただ面白い子とか個性的な連中に狙われるとそうなるからね、言っちゃえば。そういう子を狙うんすよ。旭川14歳少女凍結遺体事件もそうですよ。集団ストーカーってそういう子見つけて、頭いい悪い関係なしにで潰してる。潰しやすい、狙いやすい。でつまり私みたいな人だから。で攻撃されて嫌がらせされてても笑ってごまかすんですよ、私たちは。こういう性格の人たちは。でいつまでも味方のふりが展開できる、騙し続けられるって踏んでるんでしょ。そこに職権乱用も絡める、職業上立場も絡めてきて、いつまでも味方のふり展開してくる。それが仏石お参りのサイレンだったりしますよ。それが連中の手口で、美少女女子高生を展開する前に出してきた女子高生に似てて、その女子高生の親、その女子高生自体はぽっちゃりになってるんで、そんなでもないけど、両親見るとどっちもモデルみたいな美男美女。マジガチで。だからその子も痩せさせたり、ちゃんと大人になったり、変な素行が治れば全然絶対モテる子、その子も。だけど悪評流しされてるして展開してんの。その悪評流しの展開しているやつと連動してんのが家庭内白ハゲで、家庭内白ハゲ今までずっと餃子買ってこなかったんだけど、今餃子買ってきてんの。悪評流ししてたやつが働いてる場所、アルバイトしてる場所が餃子の王将。いまだにその嫌がらせ展開続けてっから。でその美少女女子高生は美少女女子高生で、北海道の内田理子だかってやつと連動してんの。でその内田理子だかってやつと連動している子じゃない、その子が出てくる前の女子高生にこれ似てんの。でキーワードがスーパーで待ち合わせ。バッパ翔太23条通報来用集団ストーカー、精神病院、パトチン、ひき逃げ、それら案件関連、これとつながってて、ちょっと今45分だったからここで終わらせるけど、この流れでこの精神病院内で、このノート見ればわかるけど作り話じゃないからね、精神病院内でここで翼の塔出てくるから、以上にしときます。